日はプレイステーション20周年ということで、はい、やっぱりグランツーリスモシリーズは、はい、プレイステーションと共に歩んできたということだと思うんですけど、年数でいうと17年ですかね、はい、97年の発売です。そうですね。山本さん自身はSC、はい、立ち上げの頃からいらっしゃるということで、山本さんのお話と、はい、グランツーリスモのお話と両方お聞きしたいなと思っています。で、グランツーリスモを作られる前はモータートゥーングランプリを作られてたと思うんですけど、GT グランツーリスモ自体は企画自体はもう当初から立ち上げていたっていう。そうですね。最初に僕が PS1 向けに作った100本近い企画書のうちの最初の企画がグランツーリスモでしたね。いきなりそうだったんですね。はい、いきなりでもそのグランツーリスモを作るってことにならなかったのはどういう経緯だったんですか。当時は何でしょう、僕自身どの時代にもいるとは思いますけれども、若くて、その時代のテクノロジーみたいなものを空気のように吸っていて、で何を表現する、未来に何をしなきゃいけないかみたいなことは、もうとにかく完全に分かってる、誤解も含めてそういう若者、今でもいますけどね、そういう若者って。だったので、PS1 のゲームを作りましょうとなった時に、じゃあもう俺が全部作ろうと思ったんですよ。全ジャンル。それで100本だったんです、企画書が。ものすごい。一人で全部作ろうと思って、だから15タイトルぐらい一人で回せるなぐらいのね、完全にそれは誤解だったんですけどそう、誤解も含めて誤解も含めて、そんな感じだったんですよね。だからまず最初にじゃあグランツーリスモやりたい、作りたいから企画をプレゼンしたら、通らないわけですよね。で通らないっていうのは、これなんで理不尽なんだろうなんで若者としてはなんで邪魔するんだろうって本当に本気で怒ってましたけどね。そうで、次からこうプレゼンしていって、でこれしか通らないわけです。でなんで通らないかって当たり前で、何の実績もなくて、ゲーム会社、パブリッシャーにとってはそれなりに大きな投資ですからね。だからなかなかとは言ってくれないということに気がついてじゃあもういいや、通りやすい企画でとりあえず予算確保しようと思ってそういうタイトルでしたけど、中身はグランツーリスモを作りながら、外見はモータートゥーンで、松下進さんと一緒に仕事をさせていただいて、いやあれはすごく楽しかったですね。それを2作作られましたね。それでやっとグランツーリスモっていう。そうですね。その2作はやっぱり必要だったってことですか。必要だったんですね。モータートゥーンがプレイステーションローンチとほぼ同時にできて、ようやくこいつにゲーム作らせても大丈夫なんだってと思われたと思うんですけど、2本作ってようやく、でもグランツーリスモっていうのはその94年当時だとちょっと早すぎたんですか、まだ。早すぎたというか、なんて言うんでしょう、結果として僕にとってもチームにとっても良かったのは、いきなり作らなかったことですよね。経験を積んでモータートゥーンというレースゲームを、作って、思い通りにならないこともたくさん経験して、で言ってみればずっと素振りをしてた感じじゃないですか。だからそれを何年かやってグランツーリスモを作り始められたというのは良かったかなと思いますね。その企画当初と、準備は進めてて、いざ作りましょうってことになった時でちょっと企画の変化みたいなのあったんですか。そうですね、ちょっとこう削ぎ落としていくようなことは実際の製品になる時はやりましたけど、でもほぼ同じものですね。当初は企画はあったわけですけど、どういうゲームを作ろうっていう、そもそもの話になっちゃうんですけど、グランツーリスモどうやって立ち上がったのか生まれたのかっていうところでいうと、どういうゲームを作ろうと思って。グランツーリスモっていうタイトルは、つくづくこう僕の好きなことがそのまま形になっているようなところがあって、例えば僕旅が好きなんですね。であるいは写真が好きです。映画も中学時代から作っていました。で車が好きだった。で運転にもすごく興味があった。だから結局それらをこう全部まとめるとグランツーリスモになる。当時実現できなかったことも4とか5とかで実現しているような要素もありますね、今ね。そうですね、そうですね。だから
あまりね、僕ね、中学時代とやってることが今でも変わってないんですほとんど変わってないんですよ。この間だからそれに気づいて愕然としたんですけど何も変わらないんだなっていうのは思いますね。はいはい、でももうそういう要素が詰まったレースゲームってことなんですね、はい、ただやっぱりできなかったこともありますよね、その時だと。その辺はどのあたりなんですかね、その写真とか。そうですね、コンピューターを使って何かを表現していく時って、必ず一定の制約が、あるわけですよね、はい、で、リアルな光、リアルな森、常に圧倒的なんですよ、そういうものって、はいはい、でそこを、コンピューターの中で、これぐらいまでは表現できるかもしれないっていうのの、繰り返しですよね。だからこれ今でも変わってないんですよ、やっぱりリアルって圧倒的で、シミュレーションの世界っていうのは、なんかその森羅万象の複雑さに比べるとね、はるかに低いところを飛んでいて、未だにですか。未だにそうですね。GT シリーズ、グランツーリスモシリーズはその、ハードを代表するタイトルにそれぞれなっていったと思うんですけども、そのハードとグランツーリスモっていうその技術的なところの意識とかつながりみたいなのはどういうふうにいつも意識されてるんですか。そこは僕らコンピューターも好きですからね、で当然新しいハードウェアを使って何かを表現するっていうのはそれ自体が快楽なんですよね、だから歴代のグランツーリスモが、それぞれのゲームコンソールのプレイステーションのなんていうのかな、その代表的な作品になるっていうのは、僕らみたいな作り方をしていると、ある意味当然というか、そこはやっぱりその新しいハードでできることっていうのをどんどん突き詰めていった結果、その最新のグランツーリスモができていくっていうことなんですかね。そうですね。そこはやっぱりロマンがありますよ、コンピューターを使って何かを表現していく、それも本当に子供の頃から変わらないやっぱりコンピューターが一世代進化することにできることが少しずつ、あるいは飛躍的に広がっていって、でそこで表現を考えていくっていうのは、なんというかとても楽しい世界ですよね。そのなんでしょう、その山内さん的にその毎回ハードでできることってちょっとずつ増えていくと思うんですけれども、その何をここでやるみたいな判断、何がここでできるみたいな判断っていうのはやっぱりハードを触っていくうちに分かっていくことなんですか。そうですね、ハードを触っていく、あるいはそのおおむねスペックを見るだけで分かりますね。その中でじゃあできることをこれでやろうみたいな感じでスタートしていく。そうですね。でその中でどれか大事なものをちょっと強調するというか、じゃあもうこの3っていうタイトルはこうだからこれは入れなきゃいけないっていう形なのか、ハードで今回ここまでできるからここまで入れようみたいな。それもだから何でしょう、ケースバイケースでしょうね、ユーザーが望んでいるからこういう機能を入れたいとかっていうことももちろんあるし、ハードウェアが、ひょっとしてこういうことができるかもしれないとかっていうところからね作っていくこともありますから、今6まで来てますけど、その山内さんが考えるここは重要なポイントだったなみたいなシリーズの歴史の中でいくつかあったと思うんですけども、一つ一つちょっと教えていただけますか。いや毎回必死ですからねなんかこうしかも過去のことは大体忘れてしまう。そうですか。苦労したことは。そうですね。エンジンを変えたのも一大変化だったな最近。そうですね。どれも作っていて大変だったんですけど、大変だった記憶はほとんどみんな忘れてしまった、楽しい思い出しか残ってない。出来上がったものを、なるほど。その毎回その出来上がってから、そのなんだろう、できなかったことに後悔するみたいな。それはもういつもそうですね。それはもう次にどんどんつながっていく感じ。そうですね。それはその日々更新してる6みたいなタイトルでもやっぱりあるものなんですか。ありますよ、もちろん。もっとやりたいっていうのはね、ありますよね。グランツーリスモっていうゲームがだんだんリアルの車の業界と近づいていったところはあると思うんですけども、
そういうなんだろう、そう近づいていくところ、まあもちろん GT アカデミーとかもそうだと思うんですけれども、それはやっぱり山内さんもそうしていきたいなと思ってたところもあるものなんですか？そうですね、やっぱり本物の車好きですし、その車を作っている人たちだったり、現に作ることだったりへの憧れはありますからね。じゃあそのグランツーリスモってゲームがその実際のリアルな車に影響を与えていて、その、リアルの車の業界の人たちの反応っていうのはどんな感じだったんですか、グランツーリスモに対する。ですね、何でしょう、何という言い方をすればいいのかな。多分変わっていったと思うんですけど、当初と今とではやっぱり。そうですね、だから当初は20年前は、もちろんグランツーリスモってものはこの世の中になくて、自動車メーカーの皆さんの視界の中にはなかったわけですよね。そうですよね。で、僕は取り立ててじゃあ視界の中に「はいここにいますよ」っていうふうに入っていったつもりもなくて、傍らでこう少しずつ自動車に対して、自動車業界に対して恩返しするみたいな感じで活動を続けてきた作品を作ってきたわけですけれども、気が付いてみるとね、今この瞬間は、なんて言うんでしょうね、グランツーリスモっていうものが自然に自動車を巡るあらゆる景色の中に自然と溶け込んでる感じはしますよね。そうですね。そういう感じですね。もうそうですよね。GT アカデミーの卒業者がレースで優勝したりとか、レースシーンの中にも本当にグランツーリスモが一部としてあるっていうイメージですよね。アカデミーの卒業者が優勝するなんて最高ですよね。そうですね。そうですね。いやそういうなんていうのかな、 GT アカデミーのすごいところというのはやっぱりリアルな人間が生まれてね、でやっぱり人間ってすごい存在なんで、生まれた瞬間に終わりじゃないわけですよ。やっぱ人間ってこう自ら未来を切り開いていく存在だから、それはもう僕らの想像を超えてるわけです、あらゆることが。ちょっとね、先日も GP3 でヤン・マルデンボローが勝ちましたし、ルーカスと一緒にレースを戦ったり、あるいはこの間ジョーダンとも一緒にニュルブルクリンク戦いましたけどね、やっぱりねすごいですよね。すごく感動しますね。未だにやっぱりそうですよ。だから山内さんとね、その彼らとはつながりが深いわけですよね。で彼らやっぱものすごく優秀だから、なんか120万人から選ばれるってすごいことだなって思いますよね。すごいですね。その競争率はすごいですね。そう単に速いとかそういう話じゃないですよ。やっぱり人間的に尊敬できる。あとはコンセプトカーをいち早くゲームの中に入れたりっていう、本当に車のメーカーさんとも密に今ではなってますよね。その辺はやっぱりもう自然に今はそういう形で取り組んでいるっていう形なんですか？そうですね。僕らが関わっているその車のある部分というのは、車の一番楽しい部分だったり一番セクシーな部分だったりするわけですよね。でそのことだけを僕らは一年中考えて、ものを作ってるわけで、である日やっぱ気づいたんですよね。そういう気持ちみたいなものって感じてることってフィードバックしてあげた方が、きっと自動車メーカーの皆さん喜ぶだろうと思って、だからビジョングランツーリスモみたいな企画はまさにそうで、なんか自動車が生まれるきっかけは実は何だっていいんだけれども、じゃあそのきっかけを作ってあげれば自動車は生まれるだろうし、で生まれたら今度は作り手の思いとは全く無関係に車って光を放ち始めるでしょ、以後何十年にもわたって、だから、そういうつもりでプロジェクトはやってます。なるほど。あとはそうですね、本当に最近だと自動運転車とかも出てきますけど、そういう最新のテクノロジーだったり車業界の未来だったりっていうのはやっぱり当然気になる感じですよね。そうですね。僕らがやっている技術そのものがなんて言うんでしょうね、自動車
産業におけるインフォマティクスだとか、そういうものとちょっとこう近いところにいますよね。ある部分ってこう重なってる部分もあったりして、むしろそうですよね。ゲームでシミュレーションができるとかっていうのはやっぱりそうです、ですから2007年に R35GTR のマルチファンクションメーターを僕らデザインしましたけれども、ああいうことは今後も増えていくでしょうね。もう言えないですけど具体的な話もあるってことですね。そうですね、はい。その今の日本のその自動車業界、自動車を取り巻くシーンを見て、山内さん的にその何かしなきゃみたいなアクション的なことは考えられたりしてるんですか？例えばグランツーリスモを使ってその自動車の産業を盛り上げるとやってますけど、もちろんそうですね、そこは現にやってますよね。そうで、若者の車離れ、海外だとモータライゼーションとか言いますけど、これは別に日本に限ったことではなくて世界中で起きています。でその問題意識は自動車メーカーの皆さんも僕らも全く共通しているので、ですから僕らは僕らの分野で、そこにこう貢献したいというか、と思ってますね。もうあれですよね、自動車業界からすると逆にすごく期待が高いんじゃないですか、グランツーリスモというゲームに対して。そうですね、なんて言うんでしょう、今どんどんその若者の時間の使い方ってやっぱ細分化されていってしまっているので、なかなかその車を好きになるきっかけを作るの難しいんですよね。先輩のお兄ちゃんにポンと乗せてもらったみたいな経験はもうほとんど今リアルにはもうできなくなってしまって、だからその中ではビデオゲームの力というのはまだあるということですね。タイトルのことは多分よくインタビューで聞かれると思うんですけども、クリエイターとしての山内さんってあんまりインタビューで聞いたことなかった気がするんですけども、そういうところもちょっと聞きたいなと思うんですけど、その車のゲーム以外のゲームを作られて、過去でいうとオメガブーストだったりとか、そういうタイトルも作られてたと思うんですけど、なんかちょっと違うのも作ろうかなみたいなのってあったりするんですか？いや、作りたいですね。そうなんですか。作りたいですね。当面見えているグランツーリスモをこうしたいっていうのが、あまりにも明らかで、それ自体結構大変なことなので、今はそれに集中したいっていうのはありますけど、これはね、多分いろんなところで僕同じ話をしてるとは思うんですけど、なんかこうビデオゲームの作り手になったのであれば、なんとなくこう責任感としてなんていうんですかね、他のエンターテインメントがいずれもやっていること、人はどう生きどう死ぬのか、っていうことをね、なんかこう伝えられるようなゲームはいつか作ってみたいですけどね。なるほど。それは何でしょう。レースゲームグランツーリスモでもできるかもしれない。いや、グランツーリスモじゃないでしょうね。リアルではあるでしょうけれども、なんかこう、音楽であれ映画であれ小説であれ、あらゆるエンターテインメントは、人はどう生きるか、どう死ぬべきか、あるいはどう死を迎えるべきかということは当然描いていますよね。それと同じことをやっぱりビデオゲームはやるべきだろうとは以前から思っていて、なるほど。そういうことはね、やっぱりチャレンジしてみたいですよね。今のゲームの取り巻く環境ももう本当にプレイステーションが1234って出てから激変していったと思うんですけども、今のゲームシーンっていうのは山内さんの目からどう見えるんですか？ゲームシーンの全部を終えるほど僕いろいろなゲームやってはいませんけれども、確実に新しい世代が生まれていて、でかっこいい表現、面白いことをやってるなっていう実感はあって、だから単純にユーザーとしてもワクワクしますよね。今後のビデオゲームの進化というか。
プレイステーション4は特にもういろんなものを取り入れようっていう意識でやられてますから、本当にそうですよね、未来を感じさせるというか、あと個人的なユーザーとしてなんですけど、そのグランツーリスモ自体が、その実在のコースって最初そんなに入れてなかったじゃないですか、それは何か理由があったんですか？一つには、実在のコースを丸ごと全てユニークな構造で入れていくっていうのは結構大変なので、そのエッセンスだけを、この場所のこの景色からこのエッセンスをとかっていう形でね、構成していった。でかつコースのレイアウトも完全に自分で決めたかったので、必然的にそういう方法になったんですよね。であるところからリアルなコースを入れるようになって、で、僕はだから全部がリアルなコースになった方がいいとは全然思っていなくて、リアルなコースを再現するのも一つのやり方なんだけれども、やっぱり僕らのクリエイティビティみたいなものが最大限に発揮されるのは架空のコースだろうって気はしますね。今やね、オータムリンクとかもう GT で出てきたコースが出てくると嬉しいみたいな感じですよね。そうですね、ちょっとそのあたりもね難しいんですよ。チームが小さかった時代というのは、なんかこうファンタジーなコース、架空のコース作るのでパワーが必要なんですね。何もないところからいろいろ決めていかなきゃいけない、だけどある程度メンバーが増えてくると、どうしてもこう物を作るってのは自動化してくるんですね。でリアルなコースって作るの簡単なんです。手間の問題はさておき、資料はあるからね、そこに。そうですよね。だからそこに行って写真を撮ってきて、あるいは測量して、で一定の手間をかければ必ず出来上がるわけですよね。だからあまり作ってて悩む必要がないっていう意味では、作り手の負荷は低い。だからちょっとそういう方に流れちゃったところもあるのかなっていう。ただでもあれですよね、何でもかんでも入れてるわけではなく、かなり選んでますよね。そうですね、入れてるコース、あれ基準なんかあるんですか？基本は僕は旅が好きなので、僕が旅をして、感動した場所をグランツーリスモの中には入れています。実在のコースだと最初ラグナセバが入ったと思うんですけど、その後はもう人生を変えたって言っても大げさかもしれないですけど、ニュルブルクリンクにかなり思い入れがあるなと思っていたんですけども、そこら辺はどうですか？ニュルブルクリンクはね、人生の一部になっちゃいましたよね。本当ですね。いつの間にかね。だからちょっとあそこは信じられない場所ですね。具体的にはどういうところなんですか？そのコースのダイナミックさとか難しさ、あるいは楽しさ、平均車速の高さ、いろいろあるとは思うんですけれども、あれはドイツの人にとっても聖地なんですか？そうですね。だからなんか僕はヨーロッパ人ならではの、何かこうすごく周到なね、人間が持っている、どうしようもない凶暴性みたいなものってありますね。でそれをこうなんていうのかな、コントロールするために作った、なんかある種の余白というか、隙間が、ニュルブルクリンクなんでしょうね、きっとね。で多分ニュルブルクリンクに限らずそういう場所というのはいくつかあるんだと思います、世界中にね。なるほど、ものすごい場所ですね。そう考えるとそういう感じですよ。だからなんかエベレストに登るみたいな感じにかなり近い、南極に行くとかっていうのとかなり近い。日本だと鈴鹿サーキットとか日本人にとってやっぱり聖地だと思うんですけど、でもそういう場所ではないですよね。そうですね。だから意味合いがちょっと違う感じがしますね。いわゆるレースサーキットっていう枠とはちょっと違った場所でしょうね。そこはやっぱり行ってみるとよくわかるっていう。そうですね。わかりますね。先ほどGT の未来でやらなきゃいけないことがもう完全に見えてるとおっしゃいましたけど、今言える範囲でどんなことなんですか？ GT6 で結構驚いたかと思うんですけど、確かにハードは PS4 になって新しくなったと、できることも増えて作りやすくもなったっていうところだと思うんですけども、その今完全に見えていると先っていうのは温めてたことなのか、できることが増えたから入れたくなったことなのか、ちょっと
すみません、具体的に教えてください。教えられる範囲で気になります。具体的には教えられないですけど、はい、僕らもその時々のなんて言うんでしょう、時代の気分でそれぞれの作品作ってるところがありますね。で PS3 で GT5、6を作る時の気分と、また次のタイトルを作る時っていうのはね、また時代の気分が変わってますね。僕自身も以前とは違った人間になっているので、でその中から自然にこう生まれてくるものだとは思います。ので今はじゃあもうそこに進んでいる。そうです。なるほど、分かりました。ありがとうございます。まああとはそのグランツーリスモはプレイステーションとともにもちろんこれからも行かれると思うんですけれども、そのプレイステーションっていうハードが、まあ、4出たばかりですけれども、どういうふうに未来にこうなっていけば向かっていけばいいんじゃないのかな、いいなみたいなイメージというか希望みたいなのありますか？まあプレイステーションっていうのはいつもチャレンジでないといけないんですよね。だからなんかこう積極的にリスクを負ってってほしいなって、それだけですけどね。なるほど。